まずは、世界でも少し特殊な立ち位置にある未承認国家、北キプロス、トルコ共和国について解説していくぜ。北キプロス、あまり聞き馴染みのない名前ね。未承認ってことは、どこからも国として認められていないってこと？その通りだ。北キプロスは、地中海にあるキプロス島の北部に実質的に存在している国家なんだが、なぜそんな状態になっているのか、まずは歴史を少し遡るぜ。もともとキプロスは1960年にイギリスから独立したんだ。最初は一つの国としてスタートしたのね。でも独立後、ギリシャ系住民とトルコ系住民の間で権力の配分をめぐって対立が激化しちゃったんだぜ。1963年から64年にかけては激しい戦闘が起きて国連平和維持軍が展開される事態にまで発展したんだ。独立してすぐにそんな内輪もめが起きていたのね。そして決定的な事件が1974年に起きるギリシャへの帰属を求めるクーデターが起きたんだ。自分たちの国じゃなくてギリシャになろうとしたの？そうなんだ。これに対してトルコ系住民を保護するという名目でトルコが軍事介入を行ったんだ。その結果、島は事実上南北に真っ二つに分断されてしまったんだぜ。なるほど、それで北キプロスなのね。そういうことだ。そしてこの分断状態の上の1983年、北側が北キプロストルコ共和国として独立を宣言したってわけだ。じゃあ、1983年からは立派な独立国としてやってるのね。いや、それがそうじゃないんだぜ。北キプロスの独立は、国際社会には受け入れられなかったんだ。どうして？国連の安全保障理事会がこの1983年の独立宣言を法的に無効とみなしたんだ。さらに各国はキプロス共和国南側以外を承認しちゃダメだぞって求めたからな。じゃあ今北キプロスを国として認めているところはないの？実は世界で唯一トルコだけが承認しているんだぜ。トルコだけ？いくらなんでも肩身が狭すぎるわね。とはいえ、北キプロスには政府も議会も行政機関もちゃんと存在しているし、1985年には独自の憲法も採択されているんだ。中身は独自の政治制度や社会を持った国家として機能しているんだぜ。中身は国としてしっかり機能しているのに、外、国際法上からはキプロス共和国の一部として扱われちゃってるのね。なんだかすごく複雑な状況ね。島全体の分断は今も解消されていないんだ。実際、国連平和維持軍の任務が2027年1月末まで延長されたことからも、キプロス島の分断が未だに続く、根深い国際問題であることがわかるな。解決への道のり分けはしそうね。一生このままなのかな？いや、希望がないわけじゃないぜ。2025年11月には、キプロスと北キプロスの両大統領が国連事務総長と会談して、交渉に前向きな姿勢を示しているんだ。じゃあこれから少しずつ歩み寄っていくかもしれないのね。そうだな。北キプロスの未来は、他の国から国として承認してくれと頼み込むことよりも、まずはこの南北分断という根本的な問題をどう解決するかにかかっているんだぜ。国のあり方って私たちが思っている以上に複雑なのね。とても勉強になったわ。次はアフリカ東部のアデン湾に面した地域にあるソマリランドについて解説していくぜ。ソマリアじゃなくてソマリランド、あまりニュースでも聞かない名前ね。無理もないぜ。現在の国際法上はソマリアの一部とされている未承認国家だからな。でも実は現在のソマリア南部とは全く違う歴史をたどってきた地域なんだ。違う歴史？どういうこと？もともとソマリランドはイギリスの保護領だったんだ。それが1960年にイタリア領だった南部と統合して一つのソマリアになったんだぜ。もともとは別々に統治されていた地域がくっついたのね。でもその統合は全然うまくいかなかったんだ。南部ばかりに権力が集中したり、独裁体制が敷かれたりしてソマリランド側の人たちの不満が爆発した。そして1980年代には当時の政権と激しく対立して政権が崩壊した1991年にソマリランドは独立を宣言したんだ。なるほど、最近になって急に独立したいって言い出したわけじゃなくて、植民地時代の歴史や国を一つにするのに失敗した過去が背景にあるのね。その通り。そしてここからがソマリランドのすごいところだぜ。1991年の独立宣言以降彼らは長年にわたって自前で国を運営し続けているんだ。未承認国家って、紛争が続いていたり政治がボロボロなイメージがあるけど、
普通はそう思うよな。でもソマリランドは国際的に国として認められていないにもかかわらず、かなり安定した民主政治を築き上げているんだ。独自の通貨やパスポートを発行し、治安も維持している。2001年には住民投票で憲法も承認されたぜ。中身は完全に一つの国として機能しているじゃない。さらにすごいのが2024年の選挙だ。アフリカでは非常に珍しい野党への平和的な政権交代が起きたんだぜ。外から見ると統治能力を疑われがちな未承認地域の中で、ソマリランドは国家として安定して機能しているのに承認されていないという超特殊な存在なんだ。そこまでちゃんとしているならどうして他の国は認めてあげないの？最大の理由はアフリカ諸国を中心とする国際社会がソマリアの領土を分割したくないからなんだ。もしソマリランドの独立を認めちゃったら俺たちも独立するっていう他の地域の分離独立運動に都合のいい前例を与えかねないだろ。ドミノ倒しみたいにアフリカ中で国が分裂しちゃうのを恐れているのね。そういうことだ。ただソマリランドも黙って見ているわけじゃないぜ。近年は UAE アラブ首長国連邦やエチオピアと港湾開発などの大型投資合意を結んで、独自に存在感を強めているソマリアとの緊張は高まっているけどな。外の世界とのつながりを自力で作っているのね。たくましいわ。そして2025年12月にはイスラエルがソマリランドを初めて正式に承認するという大きな動きもあったんだ。国連安全保障理事会でもこの問題が議論されたくらいにな。じゃあいよいよ本物の国として認められる日も近い。そこはまだ難しいところだ。依然として多くの国や地域、機関はソマリアの主権と領土保全を支持しているからな。一気に国際社会へ受け入れられたわけじゃないんだ。そっか、現実は厳しいわね。現状のソマリランドを表現するなら実態としては国家に近いが、外交上はまだ駆け出しの段階という言葉が一番しっくりくるぜ。国として機能することと国として認められることは別問題なのね。未承認国家の世界奥が深すぎるわ。続いてはバルカン半島に位置する内陸の地域コソボについて解説していくぜ。もともとはセルビアの一部とされてきた地域だな。コソボニュースでたまに聞く名前ね。ここも今までみたいなどこからも承認されていない国なの。いや、コソボはこれまで紹介した北キプロスやソマリランドとは一番性格が異なるんだ。ほぼ誰にも承認されていない地域じゃなくてすでにアメリカや EU の多くの国から独立国家として承認されているんだぜ。アメリカやヨーロッパの国が認めているなら、もう立派な国じゃないの。ところがそう簡単にはいかないんだ。元の国であるセルビアやロシア、中国、そして一部の EU 諸国は承認していないんだ。大国同士で意見が真っ二つに割れてるのね。だから国家として広く扱われてはいるものの国際的な合意は完成していなくて、国連加盟にも至っていないんだ。つまりコソボは、未承認国家というより承認は進んでいるけど、最終的な国際的結論に到達していない国家といった方が実態に近いな。どうしてそんな中途半端な状態になっちゃったの？背景にあるのは旧ユーゴスラビアの崩壊と激しい民族対立だ。コソボは歴史的にセルビア人にとって象徴的な聖地とされてきたんだが、近代以降はアルバニア系住民が多数派になっていったんだ。一つの土地に違う民族の思い入れが交差してしまったのね。20世紀後半になるとセルビア系とアルバニア系の緊張はどんどん深まって、1998年にはアルバニア系勢力の武装蜂起とセルビア側の弾圧が衝突して、本格的な紛争に発展してしまった。やっぱり血が流れる事態になっちゃったんだ。そして1999年事態を重く見た NATO 北大西洋条約機構がユーゴスラビアを空爆したんだ。その後コソボは国連の暫定統治下に置かれることになった。ここで重要なのは、コソボの問題が単なる一地方の独立運動じゃなくて、NATO の介入、国連の統治、そして欧米とロシアの対立まで巻き込んだ巨大な国際問題になってしまったってことだぜ。当事者だけの問題じゃなくて世界を巻き込む大事件だったのね。その後コソボは2008年に独立を宣言したんだが、問題は法律だけでは解決しなかったんだ。2010年に国際司法裁判所がコソボの独立宣言そのものは国際法に違反しないという意見を出したんだが、裁判所がお墨付きをくれたならもう完全に独立できそうじゃない？そこが落とし穴なんだ。裁判所は違反しないとは言ったが、各国はコソボを承認しなければならないとは一言も言っていないんだぜ。あくまで宣言するのは自由だよってだけなのね。その通りだ。実際には承認するかどうかは各国の政治判断に委ねられたままで、セルビアやその支持国は今でも強硬に反対を続けている。なるほど、法律で正しいと言われてもみんなが認めてくれるわけじゃないのね。コソボの現状が示しているのは国家の承認は法律だけでは完結せず、最終的には外交と大国間の力学によって左右されるという冷酷な現実だ。
政治の制度を整えて独立を宣言してたくさんの国から承認されても、それでも国連には入れない国際社会って本当に複雑で厳しい世界なのね。最後はモルドバ東部のドニエストル川東岸に位置する分離地域、エンドニエストルについて解説していくぜ。エンドニエストルね、ここも他の地域と同じように未承認国家なの。1990年に独立を宣言したんだが現在に至るまで国際的な承認は一切得られていないんだ。でもな、この地域の最大の特徴は単に未承認国家であるってことだけじゃないんだぜ。他にどんな特徴があるの？政治や社会そして街の景観の中にソ連崩壊の名残が今も強く残っているんだ。首都のテラスポリに行くとレーニン像がそびえ立ち、ソ連風の建築物がそのまま残されている街全体がまるでソ連時代で時間が止まったかのような空気を持っているんだぜ。うわぁ、本当にタイムスリップしたみたいね。だからエンドニエストルはしばしばソ連の亡霊が残る地なんて呼ばれたりもするんだ。ソ連の亡霊どうしてそこだけそんな風に時間が止まっちゃったの？背景にあるのはソ連末期から崩壊直後にかけて起きた激しい民族政治対立だ。当時のモルドバではお隣のルーマニアに接近しようとする動きや、民族意識の高まりが進んでいたんだ。ふむふむ自分たちのルーツを大切にしようとしたのね。ところがエンドニエストル側はそれにも反発した。ここはもともと工業地帯で、ロシア語やウクライナ語を話す住民が多かったからな。彼らはルーマニア系であるモルドバ人中心の国家を作ることに強く反発したんだ。言葉も文化も違う人たちが同じ国としてまとまるのは難しかったのね。そして対立は限界を迎え1992年に武力衝突へと発展してしまった。その後停戦自体は成立したもののこの地域をどう扱うかという地位問題は未解決のまま凍結されてしまったんだ。根本的な解決はしないまま一旦蓋をした状態ってことね。その通りエンドニエストルはソ連崩壊後の対立が解決されず、そのまま凍結された地域なんだ。でもそんな宙ぶらりんな状態でよく今まで体制を維持できているわね。そこにはロシアの存在が大きく関わっているぜ。この地域にはロシア軍が相当な規模でずっと駐留し続けているんだ。その存在が結果的にモルドバとロシアの関係を常に緊張させているんだけどな。なるほど、ロシアという強力な後ろ盾があるからソ連時代のままの姿で生き残れているのね。エンドニエストルの本質は未承認なのに安定している地域というだけじゃない。ソ連崩壊後の秩序が終わらずに残った紛争の象徴なんだ。ただの未承認国家じゃなくて歴史のフリーズドライみたいな場所なのね。まさに冷戦の残骸がそのまま現代にポツンと残された地域なんだぜ。世界には私たちが想像もつかないような歴史を抱えた場所があるのね。今回もすごく勉強になったわ。それじゃあ今回の解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。